こんにちは、サバです。ゆきちゃんです。ようこそ来てくださいました。そしてチャンネル登録本当にどうもありがとうございます。大変励みになっております。今回はお内薬漢方茶ダイエットよりマイナス17キロ減に成功した石川くんこと石ちゃんをお迎えして配信を進めたいと思います。それでは早速参りましょう。冒頭からなんですけれども、なんとお内薬局チャンネル9月の28日、17時より生ライブ配信、開催決定いたしました。もうぜひぜひよろしくお願いいたします。出演者はもう全部出ます。全部全部ってどこなんでか、もちろん私、サバちゃん、ゆきちゃん、そして石川くんで、みつこちゃん、そしてゼンリさん。ゼンリさんもこのもう出ます。で、ゼンリちゃんのマネージャーも来ます。皆さん質問等いろいろあればお答えしていきたいなと思ってて、今ちょうど番組作るどんな風にやるかって相談中なんで、もうぜひもう逆にね、こんな風にやってほしいっていうね、お声があると本当にありがたいので、ぜひコメント欄もしくは無料 LINE の方でお願いいたします。 DM でお願いいたします。ショート動画でもご存知だと思うんですけど、私たちおなはやけるチャンネルは沖縄から発信しております。今回は、なんていうかね、全8回にわたって沖縄人としてのこの沖縄あるあるについて語りたいと思います。じゃあダイエットどうなるんだってご心配してますけど、そこは、毎週金曜日、ゆきちゃん18時からのワンダフルダイエットでもうガンガン語ってほしいなと、もうそろそろ血糖値変えていただいて、なんかまた違うシリーズで期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。考えておきます。それではこの沖縄あるあるの第4弾、石川くんとゆきちゃんに聞きたいんですけれども、沖縄県民代表としてこのおにぎりってあるじゃないですか。例えば東京だったらこのボンゴってとっても有名なね、おにぎり屋があるんですよね。私も過去に何回か行ったことあるんですけども、本当に牛すじとか美味しかったんですよね。あれはもう一つのこの作品なんですけど、沖縄には沖縄にしかないこのおにぎりのこの作品があって、何がって言ったら、沖縄のこのおにぎりの具といえばポーク卵か油味噌が主流なんですけれども、本当なんでしょうか。はい、じゃあ石川くんから。多分、油味噌は正解。あれ美味しいですよね。私大好きなんですよ。油味噌正解。で、ポーク卵は多分最近途中からだよね。僕らちっちゃい時は、あとなんだろう、梅干しだったわ。梅干しと油味噌とおかかからかな。鮭とかこんな上等はなかったな。あれそんな上等はないんだけど、おかかぐらいかな。この辺の町の商店で売ってる。で、ポーク卵は多分だいぶ最近、ここ何年だと思うけど、一応なんか適当に挟む文化は、俺がもともと例えば普通にポーク挟んでとか。ポーク挟むね。高級品だしね、なんかね。珍しいおにぎりなんですけど、独特な。でも私たちにとってはもうちっちゃい時からおやつではないけど食べてたって感じなのが、今コンビニで売ってるって形なんで、でもぜひ沖縄に来られたら空港からもうすぐ売ってますんで、なんじゃこれと思わずに、これ沖縄の文化っていう形で触れていただけたらありがたいです。そして沖縄の車っていうのは基本中古車が多いっていうのは本当なんでしょうかっていうお声があったんですけど。いや、最近だよね、新車買う人が多いのね。上等買うイメージないよね。園外で多分大体すぐダメになるからね。で、今のは結構だから板金が良くなって、多分昭和の車なんかすぐ錆びしてね。錆びて穴開いてたもんね。窓のところとかね、消耗品だから、多分新車買ってもね、ちょっともったいないみたいなね。ぜひね、沖縄にね、ちょっとお試しのように1年とか住む方々がいらっしゃったら、
中古を買うことをおすすめします結構離島なんでね、やっぱ本土に運ぶお金もやっぱ高いし、私もやっぱり沿岸とか私嫌なんで、やっぱその対策の中で皆さん知恵をつけてるのかなと思います。そしてちょっとこうびっくりするんですけど、私もそうだなとうなずいたのが、沖縄の方っていうのはファーストフード店に車で行くって本当なんですかと。どうでしょう、ファーストフードに行くの。これが多分もともと車で行くようにはね、みんなドライブスルーがついてるから、歩いていく意味がわからないんで、車で行かないといけないんで、入れないイメージあるよね。みんなほとんどね、昔のね、どこでもだけどね、みんなドライブするやん。シーサイドでもね、エンダーとかシーサイドドライブでもあっちもだから結構もともとさ、沖縄にあるレストラン、みんななんかドライブレストランって書いてあるんだよ。そうね。車でみんな行くんだよ。行くのか。その延長がね。そうだね、確かに。もうなかなか今ドライブレストランって看板のお店がだんだん少なくなってきて。俺の近所のシーサイドと、シーサイド。コザドライブインでさ、ちょっと眺めのいいところが。昔は毎週日曜日、月1回日曜日だからあんなところで食べに行くみたいな。ドライブレストランで食べる B ランチ。いいね。どんな感じなんでしょうか。とんかつとハンバーグとポーク、目玉焼き、マカロニじゃないな、マッシュポテトのサラダになんかタレが美味しかったね。それがワンプレートに乗ってるからね。そう一つに乗って、それがもうそういうお店が今なくなって。ないね。ゆきちゃんはあれなんですけど、こう石川君はワンダフルのモニター企画やっていただいて本当に順調に落ちてて、でも彼のやっぱ無駄のないところは楽しみながらお仕事なさってるんで、こう食い気に走らないのかなと思いました。そうですね。ストレスがない方が何事、仕事でも遊ぶでもだと思うんだけど、多分大体ストレスがあったらなんかバカ食いとか食べちゃうんだよ。食べちゃうとか飲んじゃうとかなるんで、まずねダイエットする前にまず仕事楽しくすることを考えるのがいいかも。ちょっと今日仕事好きよね。まず何事も楽しくが一番いいかなと思います。私もそう思います。ゆきちゃんからもどうですか？楽しく生きよう。何も考えずに。俺が今考えてること。もうまんじゅう。やっぱり。さっき来たやつ。なんかもう魅力的だね。魅力に勝てなかった。食べちゃいます。食べちゃったんですね。これ美味しい。美味しいだ。でしょうか。本当に良かったです。美味しい。でかいよね。これわざわざ買ってきてもらってね。こんな感じで楽しくやりましょう。皆様そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。